結構デリケートなデリケートなところなんで、ちょっと答えづらいところもあるんですけども、すごくシンプルに言えば、夜の相手をするかしないかっていうようなところですよね。今で言うとその性風俗的な部分がそれこそ遊女は仕事として認められた時代なので、芸者さんはあくまでも芸を売る、芸を見せてお客様を楽しんでいただくっていうのが芸者さんであって、一応その当時昔の言い方として遊女は色を売る、芸者は芸を売るっていうふうに差別的なものじゃなくちゃんと言われたっていうふうに言われてました。そうですね、やっぱり吉原は近いので、浅草の歴史というよりはあくまでもこの浅草の下流会、他の下流会もそうですけど、そういうのが出来上がるっていうその前の話のルーツになる部分ですね。その住み分けが何かエリアとしてされてたっていうよりは当時ちゃんとこう仕事としての役割として遊女と芸者っていうのはもうちゃんと分かれてたとは言われてます。文献とかの話になっちゃうんですけども、遊女はそういう形で遊女で色を売るっていうのが遊女の方が歴史としては古いんですけど、当時のやっぱ芸者さんはちゃんとその住み分けがしっかりされてからはやっぱ芸者さんはその芸をやって磨くっていうのがあったんですけど、音楽って当時カラオケとか今みたいに MP3 とかないんで、やっぱ三味線歌を歌うっていう生のリアルな音が必要だったんで、やっぱそういう形で芸をこう磨いてやっぱ上手い人の方が、日本だったらバンドとかあっても上手い音の方が絶対いいじゃないですかっていうのがあって、やっぱり芸者さんの中でも芸を磨いていく人が売れていく、読んで字のごとく芸者っていうその大元になるぐらい芸が上手い人が人気がある。それこそ今と大きく違うというのが、昔やっぱりなんかお客様が芸をたしなんでたみたいなんですよね。歌を歌ったりとか、お客さんがお三味線弾いたり歌を歌ったりで、それが芸者さんが一緒に音もするというか、今でいうカラオケとかみたいな形に近いですよね。舞踊をやってるお客様も多くいらっしゃったそうなので、芸者さんと一緒に芸を楽しむ、踊る、歌う、弾く、そういうのはもう今はかなり少ないっていうのは聞きますけど、稀にいらっしゃいます。でもそれだけお客様が楽しむ術も当時は多くて、一緒に本当に楽しめる日本文化すごく楽しんでたんだなっていうのが、当時そんな意識もないと思うんで思いますよね。当時なんですけども、その芸者さんと遊女っていうはっきり区別をつけるっていうところがあったんですけど、それは国が初めて吉原芸者というものを認めて、遊女と芸者を区別つける。でそれがどういうふうになってたかっていった時に、今鍵盤っていう一種の事務所のようなものがあるんですけども、それが初めてそこで誕生したっていうふうには言われていて、芸名というんですかね、芸名の名前が板に書かれてたそうなんですよ。どちらか分かんないですけども、上の欄が例えば遊女の働いて皆さんがこうやって板をこうやってかけて、下は芸者さんの板になっていてっていう形で、どの芸者さんが出ててどの遊女の方が仕事をしているかっていうふうに明確にこういう札の違いがあったみたいです。そこで逆にはっきり区別されて、それに応じていろんなルールができたっていうふうに調べた形ではありましたね。芸者さんは帯が後ろで、遊女は帯が前とか、もう見た目からすぐ分かるようなとか、ちゃんとルールを作ったみたいです。